はい、獅子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は年末までの大まかな流れと気をつけることを見てみたいと思います。やはり年末までね、もう3ヶ月切ったので、どのように頑張ったらいいかなとか、何に気をつけたらいいかなって見ることでちょっと安心して過ごせるかなと思います。それと、カペラノートをご予約くださった皆さん本当にありがとうございました。これ10月14日までの受付になっていますので、到着は11月末か12月頭になるかなと思いますが、少々お待ちください。それからお問い合わせ結構あったんですけども、コンビニ払いとか銀行振込とかキャリア決済も今できるようになっていますので、もしカードしかできなかったなという方はぜひもう一度見てみてください。PDF もね11月末に販売しますので楽しみにお願いします。じゃあ行きましょう。年末までの獅子座さんの動きです。気をつけること。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ストレングス、ワンド4、ワンドの7、戦車、勢いありますね。運命の輪の逆、ソード6逆、ペンタクルスエース逆。はい、気をつけることや対策がペンタクルスの8の逆とカップ9とオラクルはカップのナイトですね。興味深い。まずこの週とかね、この1ヶ月じゃなくて全体の流れとして12月末まで一番言われてることってすごくね、感情的にまず満たされますよっていうふうに言われています。誰かから優しさが来る、本当は愛されてたんだなとか、なんだかんだ言いながらすごく大事に思ってくれてたんだなっていうのが分かるよっていう感じで言われてます。そして今の獅子座の皆さんすごくバイタリティあると思うんですね。よし頑張ろうみたいなすごくその勢いがあっていいと思います。やっぱり自分で自分を鼓舞するのも大事ですし、自分でもういいやどうせみたいな感じでなんかシューンってなるのも自分の感情でそうなる時もあるし、そうなったとしても無理やり自分で起き上がるっていうかな、無理やり体を動かしたりとか、なんかエネルギーを活性させて頑張るっていう方法もあると思うんですけど、今の獅子座さんは頑張るっていう方向にすごく向いてる感じがします。やっぱり自分の力を発揮するぞみたいな感じ、すごくこれいいですね。で10月はね、10月全体の流れとしてはやはりコミュニケーションがとってもいい時なので、人と関わることによってヒントもたくさん得られるし、新しい好奇心が湧いてきたりとか、新しい人との付き合いができたりとか、ちょっと横の世界が広がるなみたいな感じがあるんですね。でその調子で頑張ってくださいっていう感じ。今ここで広げとくのすごく大事。人間関係も悪くないので、人と関わることを恐れずにコミュニケーションを取っていってください。自分から積極的に。そうするのが、一番開運です。10月の開運はとにかく人と話すとか、人と関わるとか、自分が移動するとか、行動するとか、勉強するとか、何か動くのが一番いいことです。そしてその次11月なんですけど、11月の4日になると今度ね、火星というバイタリティのエネルギーが獅子座に入ってくるので、より一層頑張るみたいな感じになりそうなんですね。でそれはそれでいいんですけれども、ちょっとねその頑張りっていうものが空回りしそうな雰囲気もあるので、もう全てのことを頑張るとか言うんじゃなく、やっぱりオンとオフをきっちりしたりとか、これは頑張ってるからこっちはお休みしますとか、何かこれ全然できなかったいいや、でもこっち頑張るからいいよみたいにいい切り替えをしてほしいなっていうふうに思います。で少し何かご自身ではもっと早く動きたいとか、もっと生産的になりたいとか、何か時間が足りないみたいな感覚があるかもしれません。11月は11月はね、そうやって火星も応援してきて走りたいっていう時なんですけど、走りたいんだけどなんか家のことがとか、子供のことがとか、そのパートナーのことがとか、その契約がとかって何かが自分の行動を制限してるかのように感じやすいんですね。なんかそんな風に出ています。もっとなんかね、ありますね。よく自分がすごく急いでる時に信号が全部青だったらやったと思うけど、信号がことごとく赤で止まらされるとなんでって思うみたいな、そんな感じでなんとなく自分が止まってるように思ったり、もっと
できるはずなのにできないって思ったりしやすいんですけれども、11月っていうのはちょっとね足元見ましょうねっていう時だったりするんです。これは星でも家の中のことしっかり見ましょうねとか、自分の本当の気持ちちゃんと確かめておきましょうねとか、なんとなく流れがいいから10月とかもその流れのままにいっちゃうみたいな勢いでとかノリでいっちゃうのではなく、11月はしっかりと落ち着いて自分が本当に何をしたいかとか、どのように自分が本当に求めているものは何なのかとか、そういうのをちゃんと見ましょうねって感じで言われています。だからおそらく何かちょっと考えさせられることがあるんだと思うんですね、11月に。これを本当にしたいのかとか、これを選ぶんだったらこっちを我慢しなくちゃいけないとか、何かその家のことでもご事情があって、その事情を考えると自分はここまでにしといた方がいいんじゃないかみたいな、そういう何か選択みたいなものがあり、少し流れがスムーズというよりはちょっと止まって一旦保留して考えましょうみたいな感じがあります。でその保留するのすごくいいと思いますよ。決してそれが止まるわけではないので、もう12月に入るとまた今度火星もね逆行に入ってきますし、水星も11月末から今度水星も逆行に入っているので、少しこう流れに抗って進むっていうよりも、今外ちょっと風強いし台風も来てるし、今は家でゆっくりしとこうよみたいな、そんな感じで自分の心を見ていく、家の中を整えるっていうのがいいです。そして12月になると周りの世界が動いているわけではないんですけれども、自分の中で明らかな価値っていうものをちゃんと見つけられるっていうふうに出ています。なんか10月はまだ見えなかったもの、10月追いかけていたものが12月にもしかしたら手に入るのかもしれませんし、自分では一歩ずつ進んでるっていう感覚を得られると思っていたものが感覚なかったけど手に入ったとかあったみたいな、そういう感覚かもしれません。ここでもやはりすごく想定外の喜びっていう風に出ていて、何かが来るんですよね。で獅子座の皆さんクリエイティブに何かを表現したり作ったりするのも得意ですし、それがいきなりできるって感じがするんです。12月はいきなり。でも11月の末ぐらいからもう入ってますけどね、これがね。だから11月末ぐらいから12月にかけてこれで少しやっていけるとか、これでいいんだみたいなものがあり、そのことをすごく喜んでいたりとか、ちょっとそれ続けたいですみたいな、頑張ってそれもうちょっと練りますみたいな、そんな感じがありますよ。だからちょっとあれですね、10月末から11月の末ぐらいの間だけ少しね今までと同じペースでやらなきゃいけないっていうよりも、何かを調整して家の中のことを整えてねみたいな感じかな。それとやっぱりオラクルはこのカップのキングということで、これは非常に感情的に満たされた人なんですね。とても優しくしてくれる人とか、だから本当に身近な誰かが実は獅子座さんのことをとっても応援してるとか、優しい目で見守っているっていうこともあるし、そのちょっと一瞬止まらされる感覚の時にそれを感じるのかもしれませんね。本当はこんなに応援されてたんだとか、なんか愛されてたんだみたいな感じ。そして安心して自分のやりたいことや自分の価値っていうものをちゃんと12月はそれを手にしているんだなって感じがしましたよ。ちょっと待って、また出ましたよ、カップ9、ダブルカップ9、どんだけ嬉しいことあるんですかって感じじゃないですか。カップ9は本当に嬉しいですよ。やったーっていうか、想定外の喜びなのでね、感情的に満たされます。ということはやっぱりこの年末までの動き、ご自身ではちょっともちろん人間ですから悶々としたり、ちょっとって思うこともあったり空回りすることもあるかもしれませんが、年末までに十分自分が想定している以上の喜び入ってきますからねって言われているので、それを信じて楽しく過ごしてみてください。そしてもう一つ気をつけることっていうことで見ているので、もう一枚ちょっと別のカードでもね見てみたいと思います。獅子座の皆さんが年末までに気をつけることは何なんでしょうか。はい、これ死の誘惑ということで、自分を殺さないでねっていう感じです。どうせ私はとか、どうせみたいな感じで自分の可能性を自分で潰さないでねっていうふうに言われています。それさえしなければ、そこにさえ気をつけて自分の可能性っていうのをちゃんと信じてやっていれば、もう絶対想定以外の喜び来るって感じがするので、ち
ちょっと対策見ます。志田さん、そのままのあなたでいてくださいっていう真実のカードが出てますね。10月の活性したエネルギーの中でその他者に合わせるっていうのではなく、もちろんコミュニケーションいい時ですから楽しんでいただいたらいいんですけれども、本来の自分で関わるっていう風に意識してみてください。こうなんかせっかくいい流れだからその流れをなんか止めないようについていっとかなくちゃみたいな、言うこと聞かなくちゃっていうのではなく、私はこう思います、私はこうですって言っていいよって感じかな。でそれを言うことによって自由になりますっていうふうに出ています。自由、フリーダム、何かから自由になるんですね。何からそして最後は獅子座さんはラブ、わーって感じ、わーってなんかね、本当にそんな感じなんです。私が感じたのもそんな感じです。最初に感じた獅子座さんにわー、愛がいっぱいあるみたいな、応援がいっぱいあるみたいな、そんな感じがすごくしました。はい、なのでちょっと楽しみですね、年末までね。途中ちょっと家のことやらなきゃいけないとか、ちょっと自分の気持ち整理しましょうっていうのはあるけど、十分喜びがあるので、どんな喜びが来るのかなと思って楽しくお過ごしくださいということで、今回もありがとうございました。またね次10月後半のやつもまたアップしますね。はい、ありがとうございます。失礼します。